トイレ、まあ一回今から確認したいと思います。ここからね、タンチョウを探しに行きたいなと思ってます。雨降ってるんですけど、これ地面凍ってるんですね。おー、美味しそう。まあ、唐揚げですよね。こんな顔になってますけどね。冷たい雨がね、できました。雨ですね、雪じゃなくて雨でした。これまた凍るでしょうね。気温もめっちゃ低いんで。でもなんか北海道の冬で雨が降るって想像できなかったですね。母ちゃん、はい、サブバッテリーですけど、はい、もう今日は余裕ですね。まあ、走ってきて 44% ぐらい、今日は朝17、16ぐらいまで落ちてましたよね。落ちてましたね。はい、なので 30% 弱ぐらいしか回復しなかったですね。はい、130キロぐらい走ったかな。それでやっぱこんなもんでしたね。で、今はね、外部電源から入力してるので、817ワット入ってます。で、この外部電源を入れるときは、この AC 充電をオンにするんですね。で、これを押したときに、アンペア数っていう設定が必要になるんですね。で、ここを押すと、今18アンペアっていう風にしてるんですけど、ここは20アンペアまでいけるんですけど、まあ、20まで上げても全然いいと思うんですけど、ちょっとね、落ちたら怖いんで、まあ18、まあ落ちてもね、外に電源があるんで、まあ大丈夫なんですけどね、まあ一応18にしておきます。15アンペアぐらいあれば十分なんで、うちは。だからこれが仮に、まあ、15アンペアまでって言ったら、こういうふうに15、こうやって下げていくんですね。これでね、15アンペア以上は取らなくなるので、これで保存すれば、これで15アンペアって今変わったと思うんですけど、これで15アンペアまでしか取らないですね。で、今日は、まあ一応18ぐらいにしておきます。で、これで保存したら、18って今変わりましたね。これで18アンペアまでは取れるんで、はい。で、これを戻したら、こんな感じ。でも、今日はね、ポータブルもうなくなってるんで、はい、これも充電しないといけないですね。はい。嬉しいです。はい、もう本当に安心です。母ちゃん、はい、これからシャワーとサウナがついてるんですね。はい、で、それを使わせていただこうと思ってます。はい、で、今地面、これ雨ですね。みぞれっていうのは雨ですね。雨降ってるんですけど、これ地面凍ってるんですね。よく光ってて、凍ってますね。これ多分、これがかっちり凍ったら、ブラックアイスバーンっていうものになるんですかね。なんかこれ今滑ってるんですよ。はい。こちらのその滑らない歩き方っていうのを教えてほしいですね。何回も滑ってますからね、私たち。何回もなんかまあどっちか言ったらもう私たち滑り慣れてますけどね、話も合わせて。滑っとる。寒いな、ほんで。寒い。もうほんまマイナス20度どころやあれへんね。今からね、洗濯をしないといけないですね。めちゃめちゃ溜まりました。はい、旅も10日目なんで、
もうかなり洗濯が溜まってるんで、はい、サウナとシャワー入ってる間にはい終わるようにしたいなと思ってます。はい、じゃあ始めていきましょう。はーい。大体そうだと思います。雨ですね。雨ですね。シャーベットになってきました。本当に今ねサウナ行ってきたんですけど、サウナどうでした？綺麗で。綺麗やったな。はい。すごい綺麗だった。で、コインランドリーを利用させてもらってる間にサウナ入って、ね。なので、時間のロスがなかったね。ロスがなかったんです。でね、今この後ろはね海なんですよね。すぐもう海でザバーザバーなってますけど、まだ風そんな強くないですね。はい、雨なんですよ。なんかね。北海道で雨降るっていうのがちょっと冬でね信じられないんですけど雨ですね。はい、じゃあ中に入ってご飯しましょう。今日はカジカ鍋です。母ちゃん、今から何かするんですか？はい、一発芸します。一発芸。はい。では行きます。はい。もう一瞬なんで。一瞬、はい。はい。失礼します。はい。せーの。姉ちゃん、伏せやろ。伏せ。姉ちゃん、伏せ。はい。カキ。ちょっと。はい。はい。ちょっと練習不足でしたね。はい。どうぞ。はい。あ、これには何もまだ何もこれから料理するんで熱いものとか入ってないですから大丈夫です。はい。ちょっとなんか鳥用意してからの方がよかったかな。もしかして今回の北海道これだけ？ちょっとね練習不足で時間が年末忙しかったからっていう理由ですかね。あ、なるほど。そうですか。ちょっと雑ですね。そっか、しゃあないな。なんかよく分からへんかった。加トちゃんのちょっとだけをやったんですね。あ、なるほど、にゃんちゃん。かわいい。あ、かわいい。にゃんちゃん、ちょっとだけをやったのにね。ご飯がちょっとだけ用だったね。まあ、この後ね、なぎは鍋、水で炊いたね、鶏とかをね、食べる予定です。はい。お粗末様でした。はい。今回はこれでご勘弁を。ありがとう。ありがとうございました。はい、退場ですよ。じゃあ退場ですよ、退場。はい、退場ですよ。はい、退場。はい、どうぞ。よし。はい、上手。はい、ありがとうございました。はい、どうも。かっちゃん、まずはなぎのご飯ですね。なぎの鶏ですね。これはまな板の上に敷くシートですね。これでカットして、でここに敷いて、でこの上で切ると。さあまな板洗わなくていいんですよね。今日は洗えますね、今日はね。いいんですけど。でこれを水で煮て、これと少しドッグフードと混ぜてるんですね。あと野菜と。そうですね。食べくるとフードも混ぜてます。家では混ぜないんですよね、もうフードは。極力フードはなしで手作りで、いろいろ頑張ってます。いろいろ勉強して一応やらせていただいてます。野菜ですね、これが。なんかそんなん言うてても横からバラバラ漏れてる。えらいこっちゃ。
カジカっていう魚はこんな顔をしているようですね。すごい大きい感じですね。身もこういう感じ。身はね、柔らかいんで、ちょっとあんこう的な感じですかね。じゃあこれをね、入れていきます。よいしょ。おー、美味しそう。美味しそうやな、これ。お母ちゃん、はいお疲れ様でした。お疲れ様今日はカジカ鍋。まあ、多分岩場にいる魚だと思うんですけど、今日はこんな感じでカジカ鍋ですね。あ、いい匂いしてるよ、本すごく。当ね。初めてただちょっとね、私が塩を入れすぎて、あちょっと塩辛いかもしれんなーっていう感じですかねへ。はい。これがね、タラの白子なんですよ。これめっちゃ新鮮なんですけど、これ270円で買ったんですよ。こんだけ、これだけ消費税込みで。はい本当は540円のものを半分にしていただいて、私はそんな食べれないって言ったんですけど、かなり多く入れてもらって、でこれがおひょうですね。まあヒラメの大きい魚だってイメージしてもらえばいいと思うんですけど、おひょうですね。カレーの仲間なのかな。はい、好きなやつ。はい、そうですね。美味しいと思います僕ね。じゃあいただきましょう。はいはい、いただきます。いただきますじゃあこれね、わ、初めて。ちょっとね、これちょっと飲んでみて。ちょっと卵かなこれ。これ卵。へーこれは肝。あ、美味しい。美味しい。これでいいもん。塩、ちょっと塩辛い。水足す。とりあえずこれでいく。いや、まあ、野菜を入れたら。そうかなと思って、もうこれに水足さんかったんやけど、とりあえずこれで、よし。まあ魚を楽しむ回としましょうか、はい今日は。普段こんなに白子を食べれうん、ない。そうですね。白子こんなに、まあポン酢でね、優先してポン酢でっていう風な食べ方にするかって言われたんですけど、もう今日はこのまま入れようかなと思ってます。でまたね、雑炊とかする時に使ったりもしようかなと思ってます。じゃあ、はい、じゃあそれ入れましょうか。あ、ありがとう。魚この辺が母ちゃんが好きな感じでしょ。まあ、とりあえずこれ食べてみてください。コラーゲン。コラーゲンっぽいね。なんかあんこっぽいんですよ。まあちょっと詳しくわかんないんで何とも言えないんですけど、あんこみたいな身だなと思ってるんですけど、どうぞどうぞ。いただきます。初めてカジカって。そうですね。何これ、トロトロしてる。そう、身がそれですね。これが肝ですね。見えるかな。これなんかトロトロしてます。プルプルプルンプルンや、コラーゲンの塊みたいな感じで。じゃあいただきいたます。だきます。おお、どうですか。美味しいぞ。あ、めっちゃ好きかも。卵はしっかりしてる。初めて食べたけど。これ美味しいんじゃない？美味しいなこれ。ちょっと私はこの身のところ、硬い身のところもらいますね。ちょっと威勢がいい味がする。威勢がいいよ。わっしゃいわっしゃいわっしゃい。生きがいいや。なんかわかる。どうですか。あ、うん、美味しいやん。美味しかった。美味しいわこれ。めっちゃくちゃ美味しい。身硬いところ、自分は硬いところ食べてるけど美味しいこれ。私ここ大好き。プルンプルン。これめっちゃ美味しいやん。これ500円で買ったんですよ。え、美味しい。何これ。これほんまにうまいな。え、めちゃめちゃ美味しいね。美味しいわ。知らなかった。こんな美味しい魚がある。カジカ。カジカ。まみんな食べれるとこあるのかな。あ、形どうなんやろな。あるんちゃうそりゃ。北海道。カジカ汁みたいな感じ。匂い臭い魚ですかって聞いたんですよ、魚屋さんで。そしたら何とも言われなかったんですね。まあお味噌汁とかでって味噌入れてって言われたんで、もしかしたら臭いかなと思ったんですけど、全然臭くないよ。全然臭くない。全然臭くない。もうちょっと臭いかなと思った。どっちかというと淡白な感じ。じゃあ赤ちゃん、はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ちょっとパソコン作業とかしてて遅くなっちゃいまして、はい、今の時刻が
もう日付が変わってて12時32分ちょっとね取り込んだり旅のね投稿のアップもさせていただいたりしてるとどうしてもね遅くなりましたね。でもまあ電気がねここは使えるんで充実してるね設備が Wi-Fi も使えますし、なんといってもゴミ捨てれるそうやなと、ゴミ捨てる洗い物ペットボトル缶そう、とあとガス缶も捨てれるガス缶も捨てれるっていうのがすごい、他ではない。本当やな。至れり尽くせり洗い場がちゃんと部屋になってるので、風とか雨とか全く関係なく暖房が入ってるので寒くないんです。ゴミ捨て場も洗い場もね一つ個室みたいになってるんですけど、そこが暖房が使えるんですね。洗い場のね水場はお湯は出ないんですけど、でも暖房が効いてるからあんまり全然冷たく感じなかったです。あれで寒かって水やったら辛いねんな辛いよな手がめっちゃ痛いし辛いな。そうなんです。暑いぐらいの暖房が効いてて、ここはね視聴者さんにも教えてもらってたんだよね。で、自分でも調べてはいたんですけども、実際来させていただくとね、すごいいいんですよね。そうです。設備も新しいし、トイレの中にドライヤーがあったり、あと歯磨きする専用の洗面台があったり。それってこの RV パーク専用じゃないねんな。普通のトイレがそうなってるってことだよね。すごいな。すごいね。で明日もですね、ちょっとねわからないんですけど、風次第かなとは思うんですけど、今夜から風がすごい吹くって、今日風すごい吹く、日付変わってるんで昨日か、風が吹くって言ってたんですよ天気予報で。でも全然吹けへんかってな雨は少し激しく降ったっていう感じで、その時に風はあったんですけど、でもそんなめちゃくちゃ強いって感じではなかったんですね。で明け方からもしかしたらすごく吹くのかもしれないんですけど、2桁ぐらいの数字の風が吹くって言われてて、かなり心配してたんですけどね、今のところはね無風ですね。はい、大丈夫です。雨もそうだね、雨も止んだしね。で明日なんですけども、明日は釧路湿原の方に行ってタンチョウ見たいなと思ってるんですよ。今日ちょっと見えたじゃないですか。びっくりするぐらい大きくってね、その飛んでる姿見たらやっぱりすっごい見たくなって、でタンチョウを見に行きたいんですけど、そのタンチョウを餌付けされてるところがあるっていうのは知ってるんですけども、ちょっとそこじゃなく自然にいる自然にもちろん自然なんですけど、こう普通に川とか飛んでるタンチョウとかですね、そういうのが見れたらいいなと思ってるんですけど、でもなかなかね偶然に見れどれぐらいいるのかわからないですからね。あとシマエナガ見てみたいなと思ってるんですけどね。写真で見たらめちゃめちゃ可愛かったです。こんなねぷくっと丸い子なんですけど、小鳥なんですけどね、白くて目ままで、そう眉毛もちょっと描かれたような感じの模様があったりするんですよね。体も今が一番まん丸うち丸い子好きやねやんちゃん言われてるよ。いやでも丸かったらあかんあかんみるみる大きくなっていくって言われちゃったね。じゃあもう今夜はね、コーヒー飲んで、今夜もコーヒー飲んででパンもね今夜も今からかいって食べるんですよこれがいただいて寝ようと思います。はい、じゃあ今日もね母ちゃんお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。
ばあちゃん、すごいね、風が。これで風わかりますかね。こんなに風が強いんです今日は。あ、つくよ下に。すごい風やね。あ、つくよ。髪の毛大変なことになってますね。風に吹かれて。外で毛布の前してた、やってましたね。ものすごい風やんな、これ。キャンピングカーが寝てる時にドンまあ、ちょうどね、風はね、後ろから向かってきてるんで、まあ、これが横だったらね、ものすごい揺れるんですけど、後ろからだったんで、まあ、音はね、結構、まあ、今はマシかな、鳴ってたんですよね。常に揺れてる感じでしたね。で、今日ね、根室の方に向かおうかどうか迷ってて、もうやっぱりちょっとこの風では危ないかな。どうしましょうかね。ちょっと考えます。昨日で一番低かったのはマイナス 0.9 度ですね。でもね、ほとんどね、プラスの気温でした。もうほんと一瞬だけでしたね、マイナスになったの。今、洗浄ガンを借りて、用意していただきました。こんな感じですね。こういうサービス券がついてくるんですね。で、この中で高圧洗浄を使えるチケットをいただきました。で、これで今から洗っていきたいと思います。風がなんせ強いです。これからですね、お蕎麦を食べに行きたいと思います。釧路湿原のところなんですけど、でもね、今電話したんですけどね、出られないんですね。で、今日一応営業日にはなってるんですけど、まあ、ただその周りでタンチョウ鶴が見れるかもしれないので、釧路湿原には行こうと思ってたので、とりあえず向かいたいと思います。まあ、ちょっと蕎麦屋さんは怪しいですけどね。じゃあ気をつけて行ってきます。予定してた蕎麦屋さんが連絡がつかないので、ちょっと怖くなってその手前にね、行ってる途中にあったお蕎麦屋さんが空いてたんで、そこに行こうと思います。青山亭さんっていうんですかね。はい、なんかこの周りめっちゃ綺麗ですよね。なんか池もあって、すごい佇まいがいい感じです。こんな感じ。はい、じゃあ行きましょう。はい、わお流氷やん。流氷いうかゲーすごいな。これ普通の靴やったらもう撃沈やね。うわ、いやすごい。母ちゃん、これヤマメの天ぷらですって。すごい。初めて。でこれが湿原そばとばっていうんですね。失礼します。はい、ありがとうございます。なんかお蕎麦のこだわりがあるんですか？蕎麦のこだわりっていうか、ここは水道水ではないので、天然水で汲み上げただしもそうですし、蕎麦もそうなので練ってます。はい、ありがとうございます。蕎麦粉も道内産もの使ってます。はい、ありがとうございます。ゆっくりどうぞ。これだったんですね。そう、じゃあもうバクッといきますか。お塩ちょっとポロポロとかけさせてもらって、これも入れるのかな？先にちょっとこのヤマメの天ぷら、これをいただきたいです。はい、じゃあいただきます。美味しそう。じゃあいただきます。ヤマメの天ぷら。どうですか？すごい味が香るとか、すごく味がするっていう感じではないんですよね。一緒ワカサギかなっていうような感じで、お塩と一緒に食べるとよく合うって感じですかね。うまいっていうよりも、食べた後で美味しいなーっていう感じだと思います。はい、じゃあお蕎麦ってください。ご飯天つゆとそばのそばが一緒なんで、これにつけます。
どうですか？プリプリ感があります。うまいな、つるっとしてるね。世界100メートお水、ル天然水から、お水がすごいいいんですって。水道水では作ってないらしいね。美味しいです。美味しい。美味しい。美味しかったですね。はい。特にね、お蕎麦も美味しかったんですけど、天ぷらが美味しかったです。ヤマメの天ぷらがね、特徴的で、本当に美味しいなと思って。2匹も入ってましたね。で、あと最後にJAFカードを見せたらアイスクリームもね、提供してくださるんですね。ありがとうございました。じゃあここからですね、まずタンチョウをなんとか見れないかなと思って。ふらふら運転していきたいと思いますもう本当にどこで見れるかっていうのははっきり分かってないんで、運転して、この辺りで見れることが多いっていうのはなんとなく情報は持ってるんですけど、ちょっとどうかなと思いながら、もう野生のもんですからね、行ってみます。はい、じゃあ行ってみます。ヤンちゃんすごいね。こんなとこずっと見てたら飛んでるかもな。母ちゃん、ここはですね、鶴居村のところですね。鶴居村にある摂理川っていうところの近くの駐車場ですね。で、ここからね、タンチョウを探しに行きたいなと思ってます。で、もう鳴き声が遠くの方で聞こえてるんで、もしかしたら見れるかもしれないですね。はい、じゃあ行ってきます。橋のところまで来てみたんですけども、さっきね、鳴き声がなんとなくそれらしき鳴き声があったんですけど、今はいないですね。景色はめっちゃ綺麗ですけどね。これ歩いた後ですよ、多分。この足跡、めっちゃでかいもんな。やっぱいるはいるんですね。母ちゃん、ここはタンチョウサンクチュアリア、橋のところにね、タンチョウを探しに行ったんですけど、もう全然見当たらなかったんで、この保護センターなのかな、ここでね、ああやってタンチョウ餌付けされてるんですね。で、野生のタンチョウは野生のタンチョウなんだと思います。で、それでタンチョウがいっぱい見れるんで、ここに来ました。はい、じゃあ行ってきます。母ちゃん、タンチョウが大きかったですね。大きかったです。あんまりご飯食べるときはさっと飛んでくるみたいですけど、帰りは歩いて帰る感じやなと思って歩いてね、ちょこちょこ森の中に消えていくんですよ、みんな。あれがまた可愛かったですね。可愛かったね。可愛かったです。ちょっと急ぎの時は飛ぶんやなってで、これからですね、道の駅阿寒タンチョウの里かな、ちょっとね、帯広側に戻ることになるのかな。で、そこの RV パークで今日はもう車中泊させていただくことにしました。今日はね、根室の方に向かおうか迷ってたんですけど、やっぱ海沿いが風が強くって、また木の風ですごいボーボーなって寝づらかったんですね。なので今日はもう風のないところにやっぱ行きたいなと思って、根室の方は今回は多分もう行けないかもしれないですけどね、山手の方に入っていこうかなと思ってます。はい、じゃあ、ここから30キロぐらいなんでもうすぐですかね。はい、どっかもしスーパーでもあれば寄ってもいいかもしれないですね。タンチョウの里、右っぽいよな。RV パーク。あれ、同じじゃんまた根室ナンバーやったら一緒じゃない？一緒やなずーっと一緒や今度うちが追っかけてるみたいな感じで
RV パークある。ですね。あのバスも一緒やな。やっぱみんな同じあたりに行くんやな。コースが確かに。似てしまうんやな。今夜はここにある RV パークで車中泊させていただきます。じゃあ受付行ってきます。単調が綺麗。なんかあれやな。うちのあれやん。定休日の時に鳴くカラスみたいな。RV パークは5番になりました。ここですね。5番を使わせていただきます。でここは幅がまあこれですね。多分これかな。このオレンジのラインが1台分のようですね。ってことはもうちょっと向こうに寄せた方がいいんかな。これ真ん中でいいんかな。なんかちょっと寄せ方間違ってるかな俺。これでいいんかな。でもここやけど多分もうちょっとこっちにオレンジやろ。だからもうちょっとうん、そう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 、これかなと思って入れてんけど、まあこれでいいですよね。うん、これでなんかこっちの人が来はったらちょっとあれかなと思ったけど、まあそんな近づかへんやろ。だからこれでいいでしょう。母ちゃん、この辺りはシマエナガもいるそうなんですよね。ですね。探したいですね。見たいですね。なんかこの辺に泊まってんのかな、朝とか。そうですね。泊まってたらいいな。ちょっとこの辺木がいっぱいあるんで、これドッグランですね。これがドッグランでしょ多分。いや冬場はねこれ使えないんでしょ。冬場多分使えないと思います。なんか走ってはるな。でもこっちのここで、いやここ行こう。ここ遊べそう。よしよし。かっちゃん、温泉行きますいうの忘れてたの。温泉行きました。行きました。で今からですね、ここにあるレストランでご飯を食べて、でまたもう一回温泉に入ろうかなと思ってます。で鶏ザンギ、はい、この辺りの有名な食べ物だと思うんですね。鶏の唐揚げ、まだ食べてないんで、はい、それをねいただきたいなと思います。はい、じゃあご飯行ってきます。温まりました。母ちゃんどうぞ。生ビールです。今日は RV パークですから。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。いただきます。はい、どうぞ。これはね、RV パークで、いいですよ、飲んでもらって。これ RV パークの特典としてついているビールですね。はい、どうぞ。めっちゃゆっくり飲むんやな。美味しい。美味しい。そう。久しぶり。久しぶり。ご無沙汰しております。何やそれ。いただきます。なんかちょっと半氷で美味しい。美味しいですね。美味しい。ちょっとひげ伸びすぎで今日ソロかなと思ってカミソリ忘れてきました。綺麗ですね。綺麗、外国みたいな感じです。確かに。絵好き。彼好きなんです。いいじゃないですか。はい。なんか昔こういうね、よくそうやな、かかってないやつね。はい。お発送車にございます。はい。はい、ありがとうございます。これがザンギなんや。これがザンギ。まあ唐揚げですよね。どういう意味だろうね、ザンギ。全然わからないですね。ザンギ。ザンギちゃうわ。ザンギってどういう意味か、もしご存知の方がおられたらコメントでお願いします。
私ね、このザンギがね、めちゃ美味しかったんですけど、何個とかだけあったよね。5個と10個でね、5個にしたんですけど、10個でもよかったなと思って。でもなんか持ち帰りで何個ってあったよね。ザンギ4個750円。しまった5個で400円350円前に損した。残念。お風呂2回入りましたね。で、私ね、お風呂に貴重品全部忘れててまた戻って今取ってきましたご飯も美味しかったですね。美味しかった。ザンギ美味しかった。お風呂の特徴ってだしみたいでしたね甘かったです本当ね、特徴のあるお湯、味のあるお湯でしたね。はい、じゃあ休みましょうか。もうコーヒー飲んで休みたいと思いますで、これ下がね、もうブラックアイスマンばっかりですよめっちゃ凍ってんね、もう滑りまくってるんですよ。さっきからもう本当にもうあの辺もね、そうすごいね。ところどころ凍ってるから怖いよな、完全に。普通のところはね、結構噛むんですよ。でもね、急にね、凍ってたりするんで大丈夫ですかね、やってるでしょ、なるんですよ、これ。で、私もやりそうで、これもうほとんど凍ってるんですよ。この今、この駐車場。わかるかな、これ結構キラキラしてるの分かりますか。これほとんど凍ってますよ。いやー、めっちゃ滑る。母ちゃん、コーヒー入りました。母ちゃん、今日もお疲れ様でした。そうですね。今日はタンチョウ見れましたからね。最初ね、タンチョウ見に橋に行ったんですけど、そこでは全くいなくって、そこからですね、タンチョウを餌付けしているところがあって、でそこに行ったらタンチョウたくさんいたんだよね。で、ただやっぱり野生だけどよく慣れてるんで、もう帰りね、歩いて帰りはんねんな森の中に向かってあれちょっとな、なんかご飯食べて、終わった終わったって言ったら、みんな近所の人みたいにみんなぞろぞろね、森の中に消えていくんですよ、歩いて。であれはね、ちょっと微妙な気分に、可愛かったけど微妙な気分になりましたね。その後、今いる道の駅阿寒タンチョウの里に移動するときに、たまたまタンチョウの群れがいてんな。そうなんですよ。広大な土地のところにタンチョウの群れがいて、ちょうど自分たちで餌を探して取ってる感じでしたね。まあやっぱりね、飛んでる姿とか、上を向いて鳴くっていうんですかね、あれは独特やな。なんか見たことそんな鳥に詳しいわけでもないんですけど、もう本当にね、すごい生き生きしてるっていうの。自然な感じで求愛してるなんか鶴さんいたりとか、あとなんか餌をなんかこう奪い合ってるみたいな感じの、なんかこうやってこんなんしてね、すごいんですよね、あれってね。踊ってるみたいな感じ。確かに踊ってるみたいだったね。やっぱりね、飛んでる姿がね、見たことないぐらい大きい。やっぱあれはね、生で見るとね、びっくりするぐらい大きいですね。初めて見た時はうおーってなったもんな、すごい。3羽
がうん、うわそうーって飛んできた時に、そうやったね。真上をこう3羽がね飛んでいったんですよ。それがねすっごいでっかかったんですよね。あれ一糸乱れず、はい綺麗だったね。本当に綺麗でした。旋回していきました。なんか優美だよね。あれはね。うわーって見とれて本当見とれてしまうぐらい美しかったです。でまあ今日もね RV パークに今日はね根室の方に本当は移動しようかと思ってたんですけど、風がものすごかったな。もう朝というか昨日の夜中から風がすごくって結構寝れないぐらい風だったんですよ。で朝もやっぱすごくって天気予報ではね明日の午前中ぐらいまで風が残るみたいで。でも根室はとりあえず今回は諦めて、まあ、今回というか日にちはあるんで行こうと思ったら行けるんですけども、まあちょっとどうなるかわからない感じですかね。で明日なんですけども、明日ね摩周湖が天気がいいんですよ。で摩周湖で天気のいい日を狙えるのがなかなかないかなと思うんで、まあ行ったらね霧になってるかもしれないんですけど、冬場はまだマシだっていう風にねなんかネットに書いてあったんで、明日綺麗な摩周湖をお届けできるかもしれないんで行きたいなと思ってます。でまあその後は道の駅摩周湖か、摩周湖の駐車場がもし車中泊ができるんだったら摩周湖の駐車場でもいいかな。夕方とかまでも綺麗な摩周湖をずっと見続けられるのもいいかなと思ったり、サブバッテリーもね昨日今日と充電がもう満タンでポータブルも満タンできてるんで、明日は少しね不便なところでも車中泊はできるかなと思ってるんで、まあ、トイレもありますからね、まあ、もしできそうだったらそんな感じで考えています。で今日のパンなんですけど、今日のパンそんなコーナーありましたっけ？今日のパンなんですけど、今日のパンは、はい、今日はシマエナガのしまちゃんです。しまちゃんでね、これ面白かったんですよ。これをね買おうと思ったんですよ。まあ言わん方がいいね言わん方がいいかなまあ買おうと思ったらおばあちゃんとお孫ちゃんだと思うんですけど、そこに来て私もちょうどこれを取ろうと思ったんですよ。ね、お孫ちゃんがこのパンかわいいって言って、シマエナガのこのパンちょうど本当にしまちゃん食べたいって言ったんですよ。おばあちゃんがそんなもんまずいからやめときって言われてどうしよう掴んだこの手をね戻そうか入れようか、あなたタイミング悪いと思って掴んじゃったんでね。そうでちょうどその目の前にお店の人もいて返さないしみたいなんで、いや多分そのおばあちゃんは言葉巧みにお孫ちゃんを諦めさせようって思った言葉だと思うんですけど、もうね、リアルすぎたね。で自分は店員さんと目合うし、もうめっちゃ気まずいぞってなんでめっちゃとばっちりやまあでもねしまちゃんね、しまちゃん可愛いんで美味しくいただきたいと思います。はい。今日だからタンチョウズル見れて、そうですね、しまちゃん見れたんで、そうでシマエナガ、しまちゃんってシマエナガなんですけどね、そのシマエナガをこの辺り今いる阿寒タンチョウの里っていうところはシマエナガがいるそうなんですね。でそのシマエナガを見ることはできますかって受付の人に聞いたんで、どの辺で粘れば見れますかっていうふうに聞こうと思ったんですけど、シマエナガね、あんまり見れないですよって言われて、そうですかあんまり見られへんねんな。狙って、かなり狙ってもう望遠とかも持っていってやっと収められるぐらいカメラマンの人が追ってるから、その人たちの情報で見れるところは分かるかなぐらいですって言われたんで、そんなねやっぱ貴重な鳥やねんな、もうちょっと簡単に見れるかなと思ってて、明日の朝散歩中に見れるかなぐらいに思ってたんですけど、全然そんな感じじゃないみたいですね。はい、しまちゃんで、そうもうだから、もうこのしまちゃんをどっかこの辺に止めとこうかなと思ってそしたらとりあえずいいかなと、思ってます。昨日が寝不足やからね、眠たいんですよねすっごい。もう昨日風邪でちょっとAmazon のアニメも見てしまってもう見んでええのにね、なんかね見てしまってね、それで遅くなっちゃいました。
もう眠たいんです。もう今日は早めに、もう今日は本当に早めに寝ましょう。じゃあ今日もね一日お疲れ様でした。かっちゃん、はい、おはようございます。ございます。これから朝ごはんですね。はいで今日は何をするんですか？今日はね、はい、こうジャーを出しましたんで、はいはい。ジャーでうんご飯炊いて、秋田の市場でね鮭買ったんですよね。でそれを今日はアルビパークですからね、電気が使えるんで、これでレンジで焼くんですよね、はい、それ。そうです。焼いて。なんか今回新兵器を持ってきて新兵器の紹介したんかな。まだですね。じゃあ新兵器の紹介してください。そうですか。ではこちらです。はい、じゃん。火を使わないグリルパンです。はい。はい。これでレンジで魚が焼けるんですね。こちらで焼く、炒める、茹でる、蒸す、温めるが全部可能なので、でこちらです。じゃん。こんな感じになってますね。蓋がついてて、にゃんこちゃん。で中に仕切りがあるんで、この半分を鮭を焼いて、もう半分は冷凍で、そうですね。お野菜とかほうれん草持ってきたんで、それをちょっと焼いてみたいと思います。今日のアルビパークは、お隣さんとそのお隣さんは動画を見てくださってる方で朝からね一緒にお写真撮らせていただいたりしました。ありがとうございます。はい。じゃあ朝ごはんお願いします。はい。お任せあれ。今日も一日えいはい、ありがとうございます。このラップがね便利なんですよね。そうです。こうやってちょっと結構きっちりくっつくんですよね。スクラップですね。これどこのラップですか？なんか外国のやつやねんな。これがねこんな感じでね。結構ピタッとこんな感じなんですよ。なので便利は便利ですよね。洗い物がね、そうですね。減らすために。このアルビパークは洗い物はできないんですね。そうなんです。洗い物できると思ってたんですけど、ここはできないんで、ゴミは捨てられるんで、なのでこんな形で洗い物できたらね、このラップとかしないんですけどね。ゴミとしてこれ捨てさせてもらうんで、今日はもうこれで。今回ね味噌もね分けて持ってきてんねんな、家の味噌も。それはね、忘れてきたかもなんです。マジで？そう、あんなに用意したのに。どっかで見たで？見た？冷蔵庫？いや家かもしれない。あんだけ分けてきたのに。そうなんです。だしとねお味噌を一緒にしてラップにしてちっちゃい小袋にして1回ずつに分けてんな。そうか。おせち持ってきた時にあれこれなんか入れて忘れてきちゃったのかな。うちの忘れ物はもう最近ひどい。そう、最近ひどいですよ。もう昨日も俺なんか貴重品全部ロッカーに入れたまま風呂から出てきて、外まで出てきてからあれってなって大丈夫かってなる自分で。もう自分で自分が信じられへんの最近。ちょっとびっくりしましたね。これね家でなんとか試しで使ってこれ便利だったんですよすごい。これで焼いてみます。はい。後で拭く感じやね。これはそうです。今回はね拭いたらすぐ取れるので、焦げ付きとかもそんななくて、でまた洗えるところで洗うようにします。卵もそのまま簡単に。はい。やれへんのかよ。生卵やから躊躇したんやろ。こんな感じ。はい。じゃあこれを。このまま入れます。で、500ワットにしておきます。
後でちょっと鮭を裏返すので、はい、6分ぐらい。お待たせしました。はい。はい。開けますね。はい。はい、どうぞ。裏返しましょう。でもまあいい感じ。いい感じですよ。じゃあご飯もね。よし。また炊飯をしもた。いいなあ。美味しそう。よかったねにゃん。ヤンはご飯食べねえよ。あんたも食べた。じゃあいただきましょう。いただきますら、ちょっとこれ醤油垂らした。うまくできたね。できてる。おにぎりとかしたら美味しそうやね。確かに。いけるわ。もう慣れたかな。慣れた。慣れた。てんくんかわいいね。あー、すごいいいな。トレーナーですね。そうなんですよ。もうずっとね、こればっかり着てて、洗濯せずにそのままなんで大丈夫かなって。指摘されるたびに大丈夫かなって思ってるんですけど、ありがとうございます。ありがとうございました。はい。また配信しますんで、はい。見ますのはい、で。ぜひ。ありがとうございます。コーヒー移しときます。しめさばと。天空。ありがとうございます。失礼します。ありがとうございます。届いた。かんちゃん、それではですね、道の駅阿寒丹頂の里を出発したいと思います。で、ここではね、お隣さんもそのお隣さんも視聴者の方とお会いして、で、お土産もねいただいて、で思うんですけど、お会いする視聴者さん皆さんね、お上品な方が多いですね。本当にね、そう思うんですよね。お上品な方が多いなって、今までお会いした視聴者さん皆さんなんですけど、お上品だなーって思う方ばっかりで、お話ししててもね、すごくお話ししやすいですよね。雰囲気がとってもいいっていう感じでした。はい。で、ここからですね、摩周湖の方に行こうかな。摩周湖ね、もうちょっと後の日程で行こうと思ってたんですけど、今日明日がね、天気がいいんですね。で、あとはね、天気がなかなかいい日がなさそうなので、もう摩周湖に行って、で、摩周湖の周りを少し歩けるようなコースがあるんだと思うんですね。で、今夜はね、もう摩周湖の駐車場で車中泊トイレがあって、多分有料の駐車場があって、で、それが車中泊できるみたいなんですね。で、ちょっと行ってみないとわからないんですけども、行ってみて確認をして大丈夫そうだったら、車中泊をそこでさせていただこうかなと思ってます。ただ、かなり寒くなりそうですね。できれば今夜摩周湖の景色と明日の朝の摩周湖の景色も収められたらなと思ってます。はい。じゃあ、ここから92キロぐらい。遠いけど、こっちで92キロって言ったら、近いような感じしますね。だんだん慣れてきましたね。はい、だんだん慣れてきました。はい、さっきもね、アイヌ舞踊のポスターがあったんですよ。では、これどこでやってんねやろうと思って、私たちやっぱ踊りが仕事なんで、興味がありますから、近くかなと思ったら、ここから50キロぐらい離れて、近いっちゃ近いのかなと思いながらですね、ってなりましたね。5キロとかだったら、行ってみようと思ってたんですよ。行ってみて、もし見れるんだったら見てみたいなと思ってたんですけど、50キロって言われると、
まあ方向にもよると思うんですけど、50キロ反対に行ってまた反対ってなると、まあ150キロコースとかになっちゃうんで、まあ残念ですけどね。まあ、また機会があったらぜひ見てみたいなと思います。はい。じゃあ出発します。目的地に近づきました。案内を終了します。ここまでの所要時間は22時間56分です。運転お疲れ様でした。母ちゃん、摩周湖の第一駐車場に着きました。で、ここが24時間の、ね、トイレがあると思ってきたんですけど、冬場はやってないんですかね。で、駐車場はね空いてるんですけど、ここ駐車料金がねいると思ったんですけど、でも冬場はね駐車場も開けっぱなしになってるみたいで、係の方もおられないんですね。で、景色なんですけどこんな感じ、すごいんですよね。今日は星もね、まあ快晴なんで、星ね、摩周湖と星をね撮りたいなと思って、で夜も粘って、で明日の朝日もね多分晴れると思うんで、ちょうど朝日がねこっちぐらいから上がってくると思うんですね。摩周湖の上がる朝日が撮れればいいなと思ってます。はい、ちょっとうまくいくかわかんないんですけどね、まあ、やれるだけやってみたいと思います。はい、24時間のトイレはあそこなんですよね。けどあそこは閉まってるんですね。で、今はねここが5時までやってるのかな。で、まあ、ここでね詳細を確認しようかなと思います。ここですね、はい、夜にトイレを開けてくださるそうなんですね。5時までこのレストハウスっていうのかな、摩周湖カムイテラスっていうのが5時まで開いてるそうなんですね。で、トイレは自分たちは閉まってるので今日はトイレ使えないなと思ってたんですけど、あれを5時以降あそこを開けてくださって、でここは駐車場料金はいらないんですかって聞くと、夏場は駐車料金がいるそうなんですけど、冬場はいらないんですってね。で、今夜ねお世話になりますということをお伝えして、で今夜はここで車中泊させていただくことになりました。はい、はい、でとりあえず気持ちだけなんですけど何か買えるもんないかと、どうせね白い恋人買って帰るんでこちらの方で買わせていただきました。はい、じゃあ今日はここでお世話になります。はい、まあ、夜はかなり冷え込むので気をつけてくださいということでした。そうですね。はい、じゃあ、ここからですね第3展望台まで歩いてというかかんじきを履いて歩いていくんですけど、まあ、夕方暗くならないうちにね帰ってこれる状態で行きたいなと思ってます。はい、はい、じゃあ出発しましょう。で、凪なんですけど、凪は雪が深いんで連れていくとちょっとね無理があると思うんで、途中で担ぐやつとか持ってないんですよね。凪をこう担いワンちゃん担ぐリュックみたいなのがあるんですけど、それを持ってないんで、なので凪はキャンピングカーでお留守番してもらうことにします。私たちだけでえっちらほっちら登っていくことになります。はい、はい、どんな景色が見えるのか楽しみです。この人ね登るの苦手なんでもうどうせめっちゃ遅いと思いますけど、はい、もうあんま無理せずにね、もう暗くなりそうだったら半分帰ってこないといけないということも考えながらですね、ただ今はねまだ1時過ぎなんですよね、時刻は。でももう夕方みたいに太陽が傾いちゃってるんで早いんでね、早いですね。はい、はい、なので、はい、暗くなる前に帰ってこれるようにしたいと思います。はい、じゃあ行ってきます。後ろ向きで進んでいきます。で、この先っちょを持って、はい、これ持ってください。はい、はい、そのまま後ろ向きで、はい。落とさないでくださいね。はい、分かってます、分かってます。はい、じゃあ母ちゃん、見てください。はい、どうぞ。うわー、やっほー、すごい。すごいね。これが摩周湖ですね。霧の摩周湖で有名なんですけども、1年の3分の1はね霧がかかってるって言われてるみたいですね。とっても美しいです。ここからですねかんじきを履いて、まあ皆さんねスノーシューを履いてるみたいなんですけど、私はなんかねかんじきが結構好きで
かんじきいるかな。硬いな。歩けるところまでこのまま歩いて、かんじきがいりそうだったらかんじき履くっていうことにしようと思います。結構ね、もう踏み固められてるんですよね、スノーシューで。それでかな。あ、こっからでも十分摩周湖が綺麗に見えますね。ああ、どうですか母ちゃん。すごい。でも母ちゃん山登り苦手やねんな。苦手なんですけどね。うわー、綺麗。こんなに晴れた摩周湖はなかなか見れないんじゃないですか。そうですね、本当ですね、めっちゃ綺麗やな。はい。第三展望台はまだこの先なんですけど、はい、目の前にね鹿の群れがねいるんですね。今見えてると思うんですけど、結構大きな群れでこの道沿いにいるんですね。あんまりね邪魔したくないなと思うのと、あと火がね結構傾いてきちゃってるんで、懐中電灯とか持ってきてないんで、なのでもう引き返そうかなと思います。十分ね摩周湖は綺麗に見えてるんで、これでいいかなと思います。多分ねもう少し先の辺だと思うんですけど、ちょっと私たちの足でこの火のあるうちに帰ることはできなさそうなんで、もうここで引き返そうと思います。はい、でも十分綺麗ですね。はい、青い空と本当に澄んだ湖がめちゃめちゃ感動するぐらい綺麗ですね。本当綺麗。神の湖。ああ、カムイ島って言われてる、ね。あ、なるほど。なんかね言葉でね感動するって言うとね少しね簡単に聞こえると思うんですけど、本当にね綺麗なんですよ。冬ならではじゃないかなと思います。母ちゃん、はい、どうかんじき。軽い？軽いです。いい感じ。どうか。今はね道を歩いていってます。横にねずっとアップダウンの今歩いてきた道があるんですけど、よいしょ。なんかそれの方が良さげやな。俺の結構埋まるわ。気持ちいいな。かんじきあ、なんかちょっと今守りでいったな。バレた？バレた。すごいですも気持ちいい。綺麗。綺麗な。いい運動になりますね。もう足結構パンパンになってて口は開けへんし。今キャンピングカーまで戻ってきました。はい。めちゃめちゃ暑かった。暑かっ通行止めの道路をね歩いてきたんですけども、暑かったですね。でこのかんじきね、これ新雪だとやっぱ優秀みたいですね。これ軽くてあんま雪にはまらないんですけど、私のはね空きが大きいのとこれ自体が結構重さがあるんで、かなりに歩くの遅れました。かなりの後を歩くってあんまり今まで経験ないなと思いながら、でも助かりました。はい、こんなもんですね、年いったら。こんな感じ。とっても綺麗でした。今からですね、温泉かな、温泉です。温泉に行きたいと思います。マッシュホテルっていうのかな、に行って、でまた第一展望台の駐車場に戻ろうと思います。口全然回れん。はい、また第一展望駐車場に戻ろうと思います。で今夜ですね、星はねめっちゃ綺麗に見えそうなんですね。で明日の朝日も撮りたいなと思ってるんですけど、ただねもう本当にね恐ろしいぐらい寒いんですよね。風もあって気温も相当低いと思うんで、なので気をつけてですね、はい、外に出れるかどうかっていうぐらい寒いですけど、はい、で
シュホテルはここから 9.9 キロぐらいですね、はいなので20分ぐらいですかね、はい、で道に雪もないんで、ただね凍結してる部分はもちろんあるんで気をつけて、急な下りですからね気をつけていきたいと思います。はい、ここまでの所要時間は16分です。運転お疲れ様でした。あれこれかあれやんな、多分電気ついてないよ。こっちついてるね。これなんていうか、ホテルマシュ、これか。これか。あれじゃない。それじゃないね。ホテルマシュに着きましたね。ちょっと静かな感じですね。はい、じゃあ温泉行きたいと思います。下がね、もうがっつりですよ。もうこれわかりますか？がっつりとなってるんです。歩くめっちゃ怖い。今までですね、私なぜか明石のなんかわかんないですけど、この袋でずっと温泉ガシのの入れ物にされてたんですよ。で、さっきですね、マシュー湖の駐車場でとうとうこの新しいものを買ってもらいました。いいじゃないですか、これ。昔よくあったじゃないですか、これ。めっちゃこれね、色もめっちゃ好きだなと思って、かわいいなと思って、これ、はい、めっちゃ気に入りました。ずっと使ってくださいね。はい、ずっと使います。おお、すごいなんかちょっとすごいレトロ感がものすごいちょっといい感じですよね。ちょっといい感じやね。なんかすごいいい感じです。じゃあ温泉行ってきます。新しい服、これめっちゃ気に入りました。母ちゃん、はい、マシューホテルさんの温泉、はい、とてもねレトロな感じ、はい、でもスタッフの方が温かくていい感じでした。とっても。今からですね、マシュー湖の第一展望駐車場に戻りたいと思います。じゃあ行ってきます。母ちゃん、はい、トイレ、電気が消えてるんですけど、開いてるかわかんないですね、こんな顔になってますけどね開いてるかわかんないですけど、一回今から確認したいと思います。トイレね、1箇所開けてくれてました。男女兼用のということになりみたいですね。で、中は、こんなめっちゃ綺麗です。寒い。今入ってきたばっかりなんで。そうね。ヒーターも効き切ってないから、寒いですね。でも
だいぶキャンピングカーの中はあったかいというか、そういうの6度ぐらいはまだあるからね、まあ、今からねヒーター入れたんであったかくなってくる。部屋に帰ってきただけでホッとします。今日は寒いんであったかい鍋にしようと思います。はい、そうですね。はい。おー、いい感じ。ちょっとこっちかなり寄ってるのが怖いけど傾斜がかなり右やね。よし。